皆さんこんにちは、みやです。今日はですね、尾崎助隆、こちらですね、大阪の新進党でございます。こちらやっていきたいと思います。では早速。これですよ、いいじゃないですか。ゴリッとして、新進党というとですね、水心子正秀をはじめ、江戸散策とかですね、東側でなんかこう、盛り上がってるようなイメージがありますけれども、じゃあその時大阪に誰がいたかというですね、この尾崎がいるんですよ。大阪新進党の中ではですね、最も著名な党校の一人でございます。しかもうまい。で、パッと見てですね、尾崎っていう感じでですね、わかる方もいらっしゃるかと思うんですけども、上は確かに尾崎なんですけども、名がですね、長名でなんかすごいんですよ。そこも含めてですね、やっていきたいと思います。いつも通り刀の方を見ていきましょう。巻き刺しですね。ただ長さ1尺8寸とあってですね、反りも浅めで、非常にゴリッとした印象を受ける、迫力十分の巻き刺しでございます。見どころはやっぱりこの刃文ですね。これがなんとも素晴らしい。この尾崎はですね、津田助弘のトランバ写しの名手として、知られております。トランバっていうのはですね、こう波がですね寄せては返すようにこの非常に激しくも華やかであるような、刃文でですね、その津田越前守助弘、二代助弘ですね、そちらが考案したことで大変有名で人気を博したんですけれども、その助弘のトランバにですね、後々の刀工たちがこぞって、挑んでいくんですけれども、新進党期にですね名を挙げたのがこの尾崎助隆です。この大阪焼き出しですね、このピーッと直線的にスッとこう始まってですね、徐々にこう乱れていく。これはトランバというよりは大好めの範疇なのかなと思うんですけど、でもところどころですね、ちょっとトランバっぽい雰囲気の部分もあったりなんかして、助弘っぽさとですね、その尾崎助隆のうまさが非常によく出ている、大変いい刀だというふうに感じます。匂い口明るくてですね、煮え出来で、華やかな刃文で、見ている人の心もですね、パッと華やかにしていくようないい刀ですね。大変素晴らしいと思います。ただ、梅金がちょっとあるので、どうかったかな。ここにあるんですよね。胸側にですね、結構写真だとしっかり金の色鉢の感じを捉えていて分かりやすいんですけど、これですね。ここにありますんで、ちょっと残念なポイント、ない方がいいに決まってるんで、残念ポイントで分かりますというところでございますね。尾崎助隆は法暦3年1753年に播磨に生まれました。同郷の先輩黒田貴信を頼って大阪に出て、彼の門人となります。寛政10年1798年には長門守を受領。刀乱場の名手として西之助隆、東の正秀と謳われ、3歳年上の水心子正秀と共に新進党の黎明期を盛り上げました。尾崎助隆は文化2年に53歳で亡くなります。そしてこの頃から水心子正秀は次第に古刀への復興を強く志向するようになっていくのでした。尾崎助隆と水心子正秀がですね、直接面識があったかどうかは分かりませんけども、時系列で見ていくとなかなか面白いものですね。で、一応丸徳がついてるんですけども、旧鑑定ですね、特別記帳刀剣ついてるんですけども、この長命がですね、非常に癖強、今回の方の中で一番癖が強い部分でございます。なかなか癖もんなんですよ。この長命はもちろん例がないので、保存審査出したらしいんですけども、それでは保留になってるというふうに聞いております。不合格ではなくて保留ですね。やっぱり例がないということなので、なのでちょっとこれは保存は通りませんよっていうものではあります。保留っていうのはその審査出した時に判件があるわけではないので、言ってるだけの域を出ないんですけども、一応保存審査は通りませんよってことだけは確かなんで、そこだけお伝えしておかなければなというところでございます。自分もですね、まずこういう長命のものはまず疑ってみるのであれなんですけれども、
まあ、確かにですね、頭身は尾崎だなと、上の出来はですね、尾崎だなという感じで、まあ、中顎の下手とかもですね、別に違和感がある部分はないので、まあ確かにいいのかなという感じもしますし、まあ保留という、判断もですね、まあ納得なのかなというところですね。ちょっと、そこだけご承知おきくださいというところでございますね。こうね、寿命永年とか家運増長とか天赦とかですね、すごい縁起のいい言葉が並んでいて、鑑定書の方もですね、書くのめんどくさくて途中で名文書くのやめちゃってますけどもなかなか面白い手振りかなというふうに思います。で、あとさらにですね、登録番号のシールが貼られているんですよね。多分前に持たれていた方がですねやったと思うんですけども、っていうところですねなんとも言えない。個人的には白沢も含めて刀を見る方だと思うんで、やっぱこういうのはちょっと残念ですけどね、気にしない人もいるんで、仕方ないところでございますね。ということでですね、中子が苦節用の尾崎助隆でございました。ではまた。